今回のお話は空飛ぶ木馬です。どんなお話かお部屋の電気を消して目を閉じて聞いてね。それでは読みます。空飛ぶ木馬。昔ペルシアの国にサブル王という王様がいました。王様には王子様と王女様が一人ずついました。王様の誕生日になりました。王様、おめでとうございます。大勢の人がお祝いを持ってきて王様のお誕生日を祝いました。山奥に年寄りの魔法使いが住んでいました。その魔法使いも弟子たちに大きな荷物を運ばせてお城に来ました。王様、プレゼントでございます。開けると立派な木馬が入っていました。王様、これは空を飛ぶ木馬でございます。虹も飛び越せますし、広い海もひとっ飛びで飛んでしまいます。王様はすっかり嬉しくなりました。よし、魔法使い、お前にも好きなものを褒美にやろう。では、王様、かわいらしい王女様を私のお嫁様にいただきとうございます。しまった。王様は心の中で思いました。でももう仕方ありません。王様はしぶしぶ王女と魔法使いを結婚させることにしました。ああ、魔法使いのお嫁さんにさせられてしまうなんて。王女が悲しみました。それを聞いてカマル王子が王様のところに行きました。父上、妹がかわいそうです。結婚は取りやめてください。魔法使いは王子の話を聞いて思いました。こいつはまずいぞ。そうだ、この王子を追い払って殺してしまおう。魔法使いは王子に言いました。王子様、この木馬に乗ってみませんか。まるで矢のように空を飛びますよ。空を飛ぶ？本当かね？王子は目をキラキラ輝かせて木馬に乗りました。王子様、蔵の右側にある鍵をひねると木馬は空に舞い上がります。魔法使いが言いました。カチッ。王子が鍵をひねりました。ブーンブーン。木馬は音を立てて飛び上がりました。危ない。木馬は風を切ってぐん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 飛んでいきました。どこまで行くんだ？王様が心配そうに尋ねました。もっともっと高く、お日様までです。魔法使いが笑いました。木馬を戻せ、王子が死んでしまう。いいえ、ダメです。王子は私の結婚に反対しました。だからお日様に真っ黒焦げに焼き殺してもらうのです。木馬がとうとう見えなくなりました。王様は魔法使いを捕らえて牢屋に入れました。お日様がどんどん近くなりました。木馬も王子もどんどん熱くなりました。大変だ、黒焦げになってしまうぞ。王子は木馬の体を探りました。すると蔵の左側にも鍵がついていました。カチッ。
王子は思い切ってそれをひねりました。木馬がひらりと回れ右しました。やっと助かった。王子はその後、右と左の鍵を使ってサナという国まで飛んでいきました。おや、お城があるぞ。行ってみよう。屋根に降りて中に入ってみました。立派な部屋にシャムス王女が眠っていました。なんという美しいお姫様だろう。王子はそっとキスをしました。王女が目を覚ましてにっこりしました。二人は互いに好きになりました。サナの王様が大勢の家来を連れて入ってきました。王子とシャムス王女は慌てて立ち上がりました。お前は何者だ。王様が怒って怒鳴りつけました。ペルシアの国のカマル王子です。王子は堂々と答えました。どのようにしてここへ来た。馬に乗ってきました。そんなはずはない。庭には200人の番兵と20頭の犬がいるんだ。本当です。屋根の上に馬がいます。何？では、その馬は空を飛べるというのか。はい、そうです。王様はしばらくポカンとして目をパチクリさせていました。それではお前はここで何をしていたのだ。王様が再び聞きました。私はお姫様が好きになりました。ぜひ結婚したいと思っています。王様はますますカンカンに怒り出しました。何？けしからん。お前など今すぐ殺してやる。私も王子です。殺されるくらいなら立派に戦って死にます。では私の軍隊と戦うか。戦います。王女が泣きながら王子にすがりつきました。どうか戦うのはやめてください。でも王子は聞きません。とうとう野原に出て戦うことになりました。王子は木馬に乗りました。軍隊が野原に集まっていました。刀や槍が光っています。王子は木馬に乗ってそーっと軍隊の後ろに回りました。一人の兵隊が振り返って叫びました。あそこに奴がいるぞ。みんなは振り返って笑い出しました。なんだ、木の馬に乗ってる。それ、やっつけろ。兵隊たちは刀や槍を振りかざして襲いかかってきました。木馬はひらりと飛び上がると、みんなの頭の上を飛び越えて後ろに回ります。王子はニコニコ笑っています。5度も6度もひらりひらり。兵隊たちはヘトヘトになって座り込みました。王様がお城の上で驚きながら眺めていました。王子は木馬を飛ばしてペルシアの国に帰りました。お城でお葬式が行われていて、王様や王女が悲しんでいました。父上、誰のお葬式ですか？王子が尋ねると、王様は振り返ってびっくりしました。お前は生きていたのか。実はお前の葬式だったのじゃ。悲しみの涙がたちまち嬉し涙に変わりました。王様が王子に言いました。牢屋の中に魔法使いがいるんじゃが、どうしたらいいだろう。どうか助けてやってください。あの木馬のおかげで僕にはいいことがあったのですから。王様がうなずきました。王子はサナの国の話をしました。父上、私をシャムス王女と結婚させてください。でも
王様は答えました。いや、ならぬ。その国の王はお前を殺そうとしたのじゃろう。王子はがっかりしてしまいました。でもそれからもシャムス王女のことを決して忘れませんでした。サナの国のシャムス王女も心の中で王子のことを思い続けていました。ああ、私の王子様。その心はまるで魔法のように王子の心に伝わりました。ある日、王子はひらりと木馬にまたがってお城を出ました。牢屋を出た魔法使いがじーっとそれを睨んでいました。木馬はヒューンとサナの国のお城へと飛んでいきました。王子が王女の部屋に入っていくと、王女はすやすや眠っていました。王子はそのきれいな顔にキスをしました。王女が目を覚ましてにっこりしました。ああ、王子様、お待ちしていました。私はあなたを迎えに来たのだ。王女は素早く起きて支度を始めました。きれいなドレスを着て宝石を飾りました。ああ、なんという美しさでしょう。二人は木馬に乗って空に舞い上がりました。そしてお城の近くの別荘に着きました。王子が言いました。私は結婚式の用意をしてくる。その間、この木馬から離れないで待っていなさい。はい。王女は心配そうな顔をしながら答えました。王女は池のそばのベンチに腰を下ろして待っていました。魔法使いが物陰に隠れてじーっと王女を見つめていました。しめしめ、これで王子に仕返しができるぞ。やがて魔法使いは王女の前に姿を見せました。あなた様はサナ国のシャムス王女様でございますね。王女はその恐ろしそうな顔を見て思わずドキンとしました。魔法使いは続けました。私はカマル王子様からあなた様をお連れするようにと言いつけられてきました。さあ、木馬に乗ってお城に行きましょう。私が木馬を動かしますから。王女は魔法使いが自分や木馬のことを知っているので安心しました。どうもありがとう。そう言うと魔法使いと一緒に木馬に乗りました。でも木馬は2人を乗せるとお城と反対の方に飛んでいきました。王女は慌てて尋ねました。一体どこへ行くのです？魔法使いは大声を出して笑い出しました。はっはっはっは。わしはカマル王子を恨んでいる魔法使いだ。これから森に行ってお前と結婚するのさ。王女は飛び降りようとしました。でもしっかり捕らえられてしまいました。森の上に来ました。見ると狩りをしている人たちがいました。木馬が森に降りました。さあ、わしの妻になるんだ。魔法使いが言うと王女は答えました。嫌です。死んでもなりません。そこへ狩りをしていた人が現れました。どこかの王様らしい立派な身なりでした。王女は大声で叫びました。どうかお助けください。私はペルシアの王子の言い名付けです。この魔法使いにさらわれました。王様らしい人が刀を抜きました。王女は思わず身をつむりました。ビューン、ギャー。刀のうなる音と魔法使いの悲鳴とが同時に聞こえました。
目を開けると魔法使いは刀で切られて死んでいました。助けていただいてありがとうございました。王女がお礼を言いました。すると王様らしい人は意地悪そうに言いました。わしはペルシアと戦いをしているルム国の王だ。だからお前を助けてもペルシアには返さない。ルム国に連れて行ってわしの妻にするんだ。あ、神様。王女は気を失って倒れてしまいました。ルム国の王は王女を抱きかかえて馬に乗せられました。それから木馬も一緒に自分の国に連れて行きました。ペルシアのカマル王子は何も知らずに別荘に戻ってきました。シャムス王女も木馬もいません。王女よ、どこへ行ったんだ。王子は悲しみながら方々の国を探して歩きました。王子がルム国まで来ると、お前はペルシア人だな。捕まって牢屋へ入れられました。すると牢屋の中に番人が入ってきて話し出しました。おい、この前王様にペルシア人の男が殺されて、一緒にいた若い女と木馬がさらわれてきたよ。王子は胸がドキンとしました。でも何でもない顔をして聞きました。それでその女は今どうしてるんだい。かわいそうに病気になってしまった。番人が言いました。そうか、シャムス王女は病気になったふりをしているんだな。王子はそう思いながら言いました。私はそういう病人をすぐ治せるよ。番人はびっくりした顔をしてどこかへ飛んで行きました。やがて王子は王様に呼び出されて王女のところに連れて行かれました。王子と王女は素早く目と目で合図をしました。さあ、早くこの女を治してみろ。治せたら褒美をやるぞ。はい、かしこまりました、王様。王子は王女のそばに寄って診察するふりをしました。王様、この女には木馬の魂が乗り移っています。木馬に乗せれば魂が逃げてすぐに治ります。さようか。では乗せてみよう。家来が木馬を運んできました。王子は王女を木馬に乗せました。その後自分も飛び乗って蔵の右側の鍵を急いでひねりました。ブーンブーン、木馬は風を切って飛び出しました。はっはっはっは、ルム国の王よ、私はペルシアのカマル王子だ。悔しいだろうが言い名付けを返してもらうよ。王子が笑いました。矢が飛んできました。木馬は矢を跳ねのけて空高く飛び上がっていきました。おしまい。はい、今回はここまでです。もう寝たかな？ゆっくり休んでいい夢見てね。